桜吹雪のさらいの空へ。ただいまっとわんこです。今回は小学館から発刊されているサライ10月号の付録月の砂漠のスキットルをレビューしたいと思います。まずスキットルとは何ぞやという話ですが、ウイスキーやブランデーなどアルコール度数の高い蒸留酒を入れて持ち運ぶための携帯用ボトルを言います。画像を見ればすぐに昔の映画でワイルドで洒落た男性がジーパンのポケットからギールのボトルを取り出してクイッと飲んだり、またアニメゆるキャンでりんちゃんのおじいちゃんが使ってたあれとか、ワンピースで冥王レイディが手にしてグビグビ飲んでたあれをスキットルって言います。簡単に言えばちっちゃい水筒ですね。そんなスキットルを今回レビューしてみました。どんなものなのでしょうか。早速開封していきたいと思います。雑誌を紐解くと付録が出てきました。ステンレス製のポケットサイズ、容量が約 140ml と書かれています。裏面には注意事項が書かれていました。これ残念なことにロートはついていないようですね。そしてですね、箱をちょっと開けてみますと、銀色したスキットルが出てきました。思ったより軽くシンプルな作りなのに高級感がある感じです。使っていて満足感があるような気持ちになりますね。付録名にもありますようにスキットルに月の砂漠と題した図柄があります。レーザーか何かで加工されたような感じで少しザラザラします。硬さもしっかりとあり、素材はステンレス製で耐久性もありそうです。こちら側面にはステンレススティールと刻印されていました。上部の蓋の部分なんですが、こちら回せるようにローレット加工された滑り止めがあります。たまに滑り止めのないスキットルがあるようですが、この付録には滑り止めがあります。これ結構重要な部分で、キャンプなど野外で使用するときなどは雨で濡れていたりするとうまく蓋が回せないことがあるので、こういう滑り止めがあると地味に便利です。スキットルの蓋を開けると、今度はヒンジ部分はステンレスではなく、これ ABS 樹脂でできています。なので粗雑に扱うと破損したりするので取り扱いに注意してください。また裏蓋の白い部分はポリエチレン、上部の蓋は銅となっています。漏れないようにしっかりと防いでくれています。わざと逆さにして振ってみたりしましたが、漏れる要素は全くありませんでした。長板の開きは約182度くらいでしょうか、開くようになっています。十分ですね。スペックの方ですが、サイズは縦 9.8 センチ、口の部分を除くと 8.5 センチ、横幅が 9.3 センチ、厚さが約 2.2 センチ、重さが 83g、容量が 140ml、飲み口も 1.2 センチと広いのが魅力的です。素材はステンレス、蓋は銅、ヒンジは ABS 樹脂、裏蓋はポリエチレンとなっています。 NSR レビュー。さて、ここからはスキットルについて話を進めていきたいと思います。スキットルという名前の由来は、ボーリングの元となったスキットルというイギリスの遊びで、木柱にその形状が似ているためだと言われています。なんか全然似てないんですけど、英国ではスキットルですが、アメリカではフラスコと呼ばれています。この他にもヒップフラスコとかフラスクボトルとも呼ばれています。日本語だとさながら蒸留酒用小型水筒となんかエヴァっぽくなりますね。こちら余談ですが、アメリカの禁酒法時代に密造酒を運搬する方法の一つとして有名なマフィアアルカポネがポケットに入れて持ち運べるスキットルを開発したという説もあります。あのアルカポネもこのスキットルを手にして蒸留酒を飲んでいたかと思うと、かっこよさがなんか増してきますね。ス
スキットルの素材はいくつかあり、ステンレスやチタン、ピューターなどが有名どころですが、他にも鈴を使用したスキットルなんて高級なアイテムもあります。材質はこの他にもガラスやプラスチックなどがあり、また変わった形のスキットルがあります。それぞれ特徴があり、今回のステンレスなどは錆びにくく頑丈です。ただし中に入れたお酒に金属臭がつきやすいので、繊細な味のお酒を入れたい方や味や匂いに敏感な人は注意が必要です。密封性を保つため口が細く一体成形が多いスキットルはほぼ内部を洗わない前提での使用となります。そのためリキュールやビールなど糖度が高いお酒は内部がベタついてしまい、お酒がこびりつきやすくなるので、できるだけ蒸留酒のみにした方が良いと思います。またスキットルは飲み口が1つしかなく、しかも小さいためロートを使用して入れた方が無難です。また用途が透明ではないため慎重に入れなければならないのは面倒ですよね。計量カップがあれば簡単ですが、あったとしても飲み残しもあって継ぎ足しするとこぼれる恐れがあります。そこで今回ははかりを使って注ぐ方法だと便利です。細かな作業はワンコが測りましたので、動画を見ている皆さんは次回から蒸留酒を入れるときにスキットルをはかりに乗せて 213g になるように計測しつつ入れていけば OK です。ただしロート部分の重さもあるので、あらかじめロートの重さも考慮してください。ちなみにワンコのロートの重さは約 9g でした。ロートの重量も合わせて測ってね。NSR レビュー。一般的な洗い方ですが、お湯と食器用洗剤を使った手入れ方法です。またスキットルを初めて使用するときは意外と中の方が汚れていたりするので、使用前には必ず洗剤で中身を洗いましょう。まず熱湯をスキットルの半分まで入れてください。次に食器用洗剤を入れて蓋を閉めて振って洗浄します。この時容器が熱いのでやけどに注意してください。スキットルの内部をお湯でしっかりとすすぎ、食器用洗剤をきれいに洗い流してください。こちら何回も何回もすすぐといい感じです。で、次にスキットルの内部を完全に乾燥させます。こちら中身に水が残ってしまうと雑菌が繁殖してしまい、食中毒の原因となってしまうので、必ず完全に乾燥させてください。で、最後にアルコール除菌スプレーを吹きかけるか、アルコール度数 40% 以上のもの、例えばウォッカなどで除菌しても効果はあります。スキットルの内部の汚れがひどいときはお湯と重曹を使う方法があります。重曹は漂白効果も期待できるため、頻繁にスキットルを使う人におすすめですし、特に今回の付録はステンレス製なので、このお湯と重曹を使ったお手入れ方法に非常に適しています。まず重曹小さじ1杯をスキットルに入れます。次に40度から60度くらいのお湯をスキットルに入れ、蓋を閉め、重曹が溶けるまでしっかりと振ります。汚れや匂いが気になるときは約60度のお湯を使いましょう。また振るときにやけどに注意してください。そしてそのまま重曹入りのお湯をつけておき、1時間程度経ったら中身を捨ててください。そして最後にスキットルの内部をしっかりとすすぎ、きちんと乾かします。重曹は口に入っても人体へ害が及ぶことがないので安心できます。この他にも卵の殻や砂を用いたり、ホワイトビネガーでの洗浄方法や
ポットや水筒用の粉末洗浄剤を使用するやり方があるようです。いろんなやり方がありますね。野外キャンプなどでちょっとおしゃれにお酒をたしなみたい時にとっても便利なスキットル。ただし飲み口の形状が特殊なので洗いにくい面もあったり、材質により錆びやすかったり、金属臭が移るといったものもあります。しかし材質を見極めてきちんと手入れをしていれば愛用品になること間違いなしです。今回のサライの付録のスキットルを入門用としてチタンやピューターなどスキットルにこだわるのも良いのかもしれませんね。